ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。今回もオーストラリアの鉄道を紹介するぜ。我々が今いるのはクイーンズランド州のケアンズ。オーストラリアの中でも赤道近くに位置する熱帯のリゾート地で、グレートバリアリーフなどの観光の拠点となっている。日本から比較的近いこともあり、旅行やワーホリで訪れる日本人も多いぜ。綺麗な海だね。海だけでなく山もケアンズの観光資源である。ヒクイドリやユリシスが生息する手つかずの熱帯雨林は世界遺産に指定されており、美しい熱帯雨林の中を走る観光鉄道、キュランダシーニックレールウェイは観光客に人気のアクティビティである。残念ながら、ウプ主訪問時、キュランダシーニックレールウェイは大雨の影響で運休中だった。今回はケアンズを発着するもう一つの列車、スピリット・オブ・クイーンズランドに乗車するぜ。どんな列車なのかな？早速乗りに行こう。我々が今いるのはケアンズ駅。ケアンズ市街の中心部に位置するショッピングセンター、ケアンズセントラルに併設されている。駅舎はショッピングセンターの裏側にあり、裏口の駐車場を抜けた先にひっそりと佇んでいるぜ。道路に面していないから、初めてだとちょっとわかりにくいね。早速中に入ってみよう。駅舎は小さいが、曲線を多用したおしゃれなデザインの内装だ。この駅を発着する列車はスピリット・オブ・クイーンズランドとキュランダシーニックレールウェイだけ。どちらもクイーンズランド鉄道による運行で、駅には同社の窓口がある。ちなみに、オーストラリアは各州の独立性が強く、旅客列車を運行する鉄道会社は州によって異なるぜ。ホームにはすでに列車がいるね。これが今回乗車する列車、スピリット・オブ・クイーンズランドだ。スピリット・オブ・クイーンズランドはケアンズとブリズベンを結ぶ長距離列車である。走行距離はなんと1681キロ。日本に例えると大阪札幌間に相当する超長距離であり、所要時間は25時間だぜ。とんでもないスケールの列車だね。丸1日以上も走るということは寝台の設備もあるのかな？スピリット・オブ・クイーンズランドには昼夜ぶっ通しでの運行に対応した特徴的な設備が備わっている。車内の様子は後でじっくり見ていくぜ。先頭の様子を見てみよう。ちょうど、キュランダシーニックレールウェイ用の1720型機関車が通過していったぜ。派手な塗装だね。ケアンズに暮らすアボリジニの伝統的な文様がデザインされているぜ。スピリット・オブ・クイーンズランドは前後のディーゼル機関車で客車を挟んだプッシュプル編成の列車だ。シンプルな白い客車に対し機関車は赤と黄色で優先形の目を引くデザインである。速そうな外見だね。実際、スピリット・オブ・クイーンズランドはオーストラリア有数の高速列車である。クイーンズランド州の鉄道は狂気で、地方線区は線形が良くないが、振り子性能により最高速度160キロでの走行が可能だぜ。JR 在来線と同じ狂気なのに160キロも出せるんだね。州都ブリズベンから北の果てのケアンズまで、振り子性能を活かしてクイーンズランド州を高速で縦断するこの列車は、スピリット・オブ・クイーンズランドの名前の通りクイーンズランド鉄道のフラッグシップ列車なんだぜ。25時間と聞くと身構えてしまうけど、こんなかっこいい車両なら乗るのが楽しみになるね。ちなみにこの列車は毎日運行されるわけではない。週5便の運行で、ケアンズ出発は月、水、木、金、日曜の朝だぜ。本数は少ないんだね。スピリット・オブ・クイーンズランドは2015年に運行を開始した。車両はオーストラリアの鉄道車両メーカー、エディレイル製。機関車の先頭形状は前後で微妙に違っているぜ。ブリズベン側は突き出た鼻先、ケアンズ側は凹凸のない丸い形状が特徴だね。鼻先には何かと衝突した跡があり、沿線環境の厳しさを物語っているぜ。カンガルーに衝突したのかな？客車は7両が連結されている。内訳はブリズベン側から荷物車1両、レールベッド2両、ラウンジ1両、エコノミーシート3両だ。大きな荷物は荷物室に預けることが可能だぜ。飛行機のようなシステムだね。そろそろ車内に入ってみよう。レールベッド、エコノミーシートの2クラスがあり、今回は寝台に転換可能な座席、レールベッドを予約した。ちなみに、スピリット・オブ・クイーンズランドのチケットはクイーンズランド鉄道のサイトで簡単に購入できるぜ。こちらが今回乗車する、レールベッドだ。カプセル型シートが3列に並んでいる。シートピッチは非常に広く、完全に足を伸ばしてもまだ余るほどだ。それもそのはず、この座席は夜にはフルフラットの寝台になるんだぜ。豪華な座席だね。今回は右側の独立した席を予約した。座席の横幅はかなり広く、カプセル状の覆いによりリクライニングさせれば半個室のようになるぜ。ドリンクホルダーの水はサービスに含まれている。レールベッドの料金には乗車中の食事が全て含まれており、メニューは各席に配られているぜ。飛行機のビジネスクラスみたいだね。メニューの内容はこんな感じ。
本格的な食事が楽しめるようだぜ。楽しみだね。テーブルは座席の横に収納されている。テーブルは小学校の机ぐらいのサイズがあり、食事のサービスに力が入っていることを感じさせる。他にも、機内エンターテインメントやコンセントなど、長時間の乗車に役立つ設備が揃っているぜ。ちなみに、エコノミーシートはこんな感じ。コンセントは装備されている。荷物棚の形状がまるで飛行機のようだぜ。こちらも十分快適そうだね。発車までしばらく待っていよう。8時ちょうど、列車はケアンズ駅を出発した。通常、この列車は9時35分ケアンズ発だが、この日は線路保守の都合で出発時刻が変更となったぜ。出発が早まることもあるんだね。出発してすぐ、右手に車両基地が見えてくる。現在運休中のキュランダシーニックレールウェイの客車が見えるぜ。レトロな客車だね。オーストラリアの鉄道は貨物輸送も盛んだ。ケアンズには貨物ターミナルもあるぜ。出発後しばらくして朝食が運ばれてきた。コーヒーとクロワッサンのサンドイッチだぜ。自然の風景を見ながら食べる朝食、優雅だね。車内の様子を見てみよう。トイレはバリアフリーに対応しており、シャワーもついている。綺麗に掃除されているぜ。列車の中とは思えないほど広いね。シャワー室の中はこんな感じだぜ。サンライズのシャワーより広そうだね。ちなみに、タオルは座席の網棚に用意されている。また、シャンプーや石鹸はおしゃれなポーチに入ったものが配られるぜ。至れり尽くせりの内容だね。レールベッドとエコノミーシートの間の車両はカフェカーだ。変わった座席配置だね。カフェでは飲み物や軽食を購入できる。奥に厨房があり、列車内で調理もできる仕様だ。メニューは豊富で、マフィンやサンドイッチ、パイなどの温かい食べ物もあるぜ。長時間の乗車でも食事に困らないね。車窓にはサトウキビ畑が広がっている。この地域にはサトウキビ運搬用の軽便鉄道が張り巡らされており、時たま本線との平面交差が見られるぜ。かなり狭いゲージのようだね。期間は610ミリだそうだ。サトウキビ収穫時にはこのようなカゴ型の貨車にサトウキビを満載し、製糖工場に運ぶようだぜ。夜、座席は好きな時間にベッドに転換してもらえる。
ベッドへの転換の様子を見てみよう。リクライニングと逆方向に背もたれが動くんだね。背もたれの後ろに折りたたまれた寝台を展開すればあっという間に座席がベッドに変身する。カーテンなどがあるわけではないが、カプセル状の覆いによりある程度プライバシーが保たれるぜ。フルフラットだから寝心地がいいね。横幅も長さも十分で、窮屈さを全く感じないぜ。外を見るとかなり天気が荒れている。クイーンズランド州の雨季は天気が荒れやすく、毎年のようにサイクロンの被害を受ける。列車も徐行運転を余儀なくされており、徐々に遅れが発生しているようだぜ。現時点で1時間ほど遅れているね。朝になった。現在は晴れているが、夜間はずっと悪天候で徐行運転をしていたため遅れは4時間に膨らんでいる。結構遅れているね。寝台から座席への転換はあっという間に完了するぜ。いつの間にか列車は複線の電化区間に入っている。ブリズベンからロックハンプトンまでの間は電化されており、振り子電車ケルトトレインが集合往復運行されているぜ。列車はブリズベン郊外の近郊電車が運行される区間に入った。ブリズベンの近郊電車は6系統があり、空港やリゾート都市ゴールドコーストへのアクセスに便利だ。この車両は NGR 型。2017年に登場した最新型で、特急列車のような流線形の全面形状が特徴だ。信号待ち中に吊り掛けモーターの古参車両、EMU も現れたぜ。渋いデザインの電車だね。列車は電車線から離れ長距離列車専用の経路でローマストリートにアプローチする。終点のローマストリートまであと少しだ。予想以上の長旅になったけど、座席がいいから快適に過ごせたね。座席と寝台を簡単に変えられるレールベッド、良い設備だから日本の列車にも導入されてほしいな。このカプセルタイプの座席は寝台でも座席でも快適な空間となる優秀なデザインに思えるが、ある致命的な欠点がある。明らかに、進行方向に合わせて座席の向きを転換できない構造なのだ。他の方の乗車レビューを見るとブリズベン発の下り便でも座席は進行方向を向いた状態で運行しているようなのだが、終点でどのように車両の向きを変えているのだろうか。土地がいくらでもあるオーストラリアのことなので列車ごと向きを変えるデルタ線のような設備があるのか、あるいは1両ずつばらして転車台で方向を変えているのかもしれない。いずれにしても日本の鉄道には導入しにくい車両だと思うぜ。レールベッドは飛行機のビジネスクラスに似ていると思ったけど、飛行機と同じく進行方向を変えない前提の設計なんだね。12時50分、列車はついに高層ビルが立ち並ぶブリズベンの都心、ローマストリートに到着した。
結局予定より5時間遅れ、乗車時間は30時間となったぜ。座席と寝台は快適だったけど、30時間の乗車はさすがに疲れるね。クイーンズランド州の雨季の気象条件は厳しく、この時期の列車の定時性は低いようだ。数日前の便はサイクロンの影響で運休になっていたので、今回は終点まで運行されただけラッキーだったと言えるぜ。今回のオーストラリア鉄道旅はここまで。次回もオーストラリアの長距離列車を紹介する予定だぜ。ご意見ご感想をお待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。